ドラゴンボルアコモやドコールオースランプの伝説的な生みの親であるトニャオ社名は、その革新的な想像力と象徴的なキャラクターで世界的に知られている。しかし、どんなに偉大なアイコンであっても、透明人間アラダイされる瞬間には直面する。あるままぬ最新作のプロモーションのための料理を終えたアキラは、東京の小さなホテルに到着した。彼は疲れていて、優しい目の下には少しクマがあったが、彼の特徴である気塚で顕著な雰囲気は健在だった。彼はシンプルな服を着ていた。風化した黒いジャケット、紺色のジーンズ、引き慣れた口。彼の目には好奇心という微妙な素焼き以外、ほのばいなものは何もなかった。ホテルのロビーに入ると、彼は無関心に迎えられた。局地への若い女性は、客よりも携帯電話に興味があるようで、ほとんど目も上げずに彼を初迎えた。アキラは亭主に気まさつみ、こう答えた。あなたも楽しい夜をお過ごしでしょうね。しかし、彼女のお言葉は身に入らなかった。アキラは、このホテルの雰囲気が冷たく人間味に欠け、スタッフがせかせかしていて、セーブにまで気をかがっていないことに気づいた。ルムキを待つギャン、アキラはロビーを見回した。管理人のシュギハラをねきた老人が片田に作り、ゆっくりとした動作で玉町を赤いていた。彼の子はうつろで、まるで誰とも目を合わせないようにしているかのようだった。肉体的な疲労を超えた深い悲しみだった。ルムキを受け取り、アキラはエレベーターに向かった。そこで彼は一度にいくつものスケスを運ぼうとしているホテルの従業員を見つけた。アキラはためらうことなく、いくつかお預かりしましょうか、と申し出た。創業員はおろどいて口ごもった。必要ありません。しかし、アキラはスケスを2つ受け取り、その男性に付き添い、追って推しの町までになった。途中、2人は少し話をした。アキラは、その従業員が何年もこのホテルで働いているが、宿部下からも同僚からも見えない存在だと感じていることを知った。あなたは重要な仕事をしている。あなたのような人がいなければ、このような場所はうまく機能しないでしょう。従業員は恥ずかしそうにつこわみ、これほど有名な人が自分の努力を認めてくれたことに驚いた。エレベーターの中でアキラは話を続けた。多くの人に尋まれていると、誰も自分のことを見ていないように感じることがある。でもだからといってあなたに価値がないわけではないんです。寝室でアキラは何かがおかしいことに気づいた。ベッドは片付けられておらず、テーブルの上には愛が溜まっていた。すぐに文句を言ってそれを解決するよう要求することもできただろう。しかしそうなくらいこの状況を反省することにした。ベッドの単に作りながらアキラはこう考えた。彼らは仕事の目的とのつながりを使ってしまったのだろうか、それとも客である私たちが彼らの努力を評価しなくなったのだろうか。彼は地位敬土を取ることにした。批判するのではなく感謝の気持ちを伝えることにした。彼は貸し担当のハウスキーパーを呼び、こう言った。何か助けが必要なら喜んで協力しますよ。ありがとうございます。最初はたごまずっていた家政婦は深く感動した。彼女は客からこのような親切を受けたのは初めてだと認めた。その瞬間からホテルでは何かが変わった。アキラが有名人だからというわけではなく、アキラが彼らを人間として見だったからだ。彼の優しさがホテルの雰囲気に伝染したのだ。旅在中、アキラは小さな親切を続けた。彼は機嫌よくチップを残し、スタッフに感謝の手紙を書き、彼の作品のファンである従業員のために簡単なサイン会まで企画した。彼らの多くにとって自分の役割が評価されていると感じたのは、
その時が初めてだった。従業員の一人であるケンジという青年は、朝食を食べながらアキラに自分の話をした。でも、家族をさまうために夢を諦めなければならなかった。でも、家族をさまうために夢を諦めざるを得なかった。アキラは熱心に耳を傾け、こう答えた。たとえそれが不可能に思えても、自分のためであっても、創作をつけてください。と答えた。そして、アキラは個人的なことを明かした。自分のアイディアが否定されたり、無視されたりすることはよくあった。でも、失敗が自分を決めるのではなく、自分を形成するのだと学んだよ。挑戦し続けるんだ、ケンジ。自分でも驚くかもしれないよ。一着、アキラは初日にロビーで見かけた年配の管理人に再会した。今回は立ち止まって話をすることにした。おはようございます。アキラはでかい笑顔で言った。なぜここで動くことにしたのですか？管理人は一瞬ためらい、誰かが自分の人生に興味を持っていることに驚いた。複雑なんです。イダセは小学校の教師でした。何十年も子供たちに美術を教えていました。でも気がなくなってから続けるイチゴがなくなった。今はただ時間を潰すためにやっているんだ。アキラは深く感動した。美術を教えていたんですか？信じられない。子供たちはあなたの授業が大好きだったに違いない。管理人は悲しそうに囲んだ。そうでした。でも今はもう誰も気にしてないと思います。アキラはその男の間に手を置いた。時こそもそう思えることがあるのはわかる。でもあなたがこの子たちの人生に与えた栄唱は決して忘れ取られることはない。情熱を再発見する時かもしれない。また絵を描き始めてもいいんじゃない？管理人は目に涙を浮かべてアキラを見た。手材の最終日、アキラはホテルのスタッフ全員を奇跡の小さなホールに集めた。標識ばったことやこびの込んだスピーチをすることなく、彼は直接ツイクベラに話しかけた。私たちは困難な日々を過ごしている。そして時には、まるで誰も私たちの努力に気づいていないかのように、見えない存在だと感じることもある。しかし、皆さん一人一人が生きがいを生み出していることを知ってください。あなた方はこの場所ぞろのマシなのです。そのことに感謝したい。スタッフは感動の橋をくぐり、中には涙を流す者もいた。そのシンプルなメッセージはホテルの雰囲気を一変させた。アキラが撮った後、スタッフはアキラが見せた謙虚さと優しさに後発され、より丁寧に先進的にゲストに接するようになった。6ヶ月後、年配の管理員は地元のギャラリーで絵を展示し始めた。ケンジは美術の勉強を再開し、初めて漫画を出版した。ホテルは、東京で最も聞き心地の良い場所の一つとして知られるようになった。ノルシバメはその朝、思い出だけでなく強烈な教訓も残してホテルを真夏にした。ここにこの後も偉大なヒロは、架空の世界を救うものではなく、単純な仕草によって現実を変えるものである。親切は悪に投げ込まれた時のようなものだ。そして、アキラは、私たちが誰であろうと、どこにいようと、私たちは常に山を行うことを選択できるのだということを証明したのである。そして、私たちにインスピレーションを与え、挑戦を与え、私たちを近づけるストーリーをもっと見るために、チャンネル登録することを忘れないでください。